はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。書斎作りのミッシングピースにして究極の鬼門、ウェブカメラ探しの旅がついにフィニッシュしました。インスタ360リンクです。4K 撮影できて三軸ジンバル搭載してて、なのに超絶コンパクトです。この動画はインスタ360さんからタイアップのお声掛けをいただいて作ってるんですが、もともと Web カメラに対しては1年以上自腹で本気でいろいろ試してきた執着と、それでも理想に至れない絶望とゆえにずっと動画ネタにもできなかった憎しみがほとばしってるんで、この機会に独断と偏見とリビドーを炸裂させてください。はじめの結論ですが、インスタ360の画質は理想の書斎作り所有の歴代 Web カメラの中でぶっちぎりに最強です。徹底的に比較検証もしておきました。三軸ジンバルかなり快適です。普通のウェブ会議でも十分メリットありますし、俯瞰撮影でも料理でもセミナーでもヨガでも岸田総理のリモート公務でも相当便利に使える優れものです。とはいえご安心ください。デメリットや気になる点もいろいろあったんで、忖度ゼロであぶり出しつつ、どんな人におすすめかの答えも出しておきました。そして最後にデスクの民目線で試行錯誤の限りを尽くした伝説のウェブカメラ設置方法と厳選おすすめ周辺アクセサリーも報告させてください。いいえ、例には及びません。突然リモートアクティビティがメインの世の中に変わっちゃって、なんか商談の手応え薄いなとか、ワンオペ撮影配信きついなとか、新人に俺の武勇伝がどうも伝わっとらんなとか、ズームの使い方がわからんしインストールすらできませんっていう丘に上がったカッパ状態の同士の方も多いのではないでしょうか。すべて Web カメラのせいです。決して老害、概要欄に目次も書いてますが、初めから終わりまで全部見てみてください。まずは基本的なスペック機能についてです。インスタ360ってのは新鮮拠点のカメラブランドで、もともとアクションカメラや360度カメラですごく有名なところです。 Web カメラなのに 4K 撮影できます。これから先はですね、 YouTube 画面の右下歯車マークの画質から 2160p をクリックして 4K 再生しつつ、スマホなら横画面で大きくして見ていただけますと、カメラの画質の違いなどより分かりやすくなるかと思います。準備はよろしいでしょうか。インスタ360リンクで 4K 撮影した映像の無加工無編集の取って出しです。お肌や髪の毛の質感までくっきり伝わるものすごい解像感です。色味もすごく自然です。フォーカスもキレキレです。暗所性能も Web カメラとしてはズバ抜けてて、モニターの明るさだけでここまで鮮明に映ります。驚異的です。後で他のカメラともがっつり比較していきます。本体が圧倒的に小さいです。実測で幅 35mm、高さ 63mm、奥行き 45mm、重さ 107g しかありません。見た目が可愛いだけじゃなくて、設置場所を選ばないという具体的なメリットにもなってます。で、目玉が三軸ジンバルです。 AI 追跡、自分自身が動き回る撮影が劇的に便利になるのはもちろんですが、普通のウェブ会議用としてもかなり有益です。立ったり座ったりモニターを頻繁に動かしたりする僕のような落ち着きのない同士の方にとっては、カメラ向きの調整が勝手に一瞬で終わるのは大きなメリットになります。追跡のオンオフはジェスチャーで簡単に操作できますし、追跡速度や画角サイズはアプリからさらに細かく設定もできます。ちなみに元々の追跡対象を抑え込んだ隙に別の人物が割り込むと、シームレスに追跡対象顔面を切り替えられておすすめです。他にも L 字を上に動かすとズームイン、下でズームアウトとかできますが、我々おっさんが会議においてドヤ顔で本当にこのジェスチャーをかまして大丈夫かにつきましては、国民一人一人の声にしっかりと耳を傾け、世論の動向を見極めつつしっかりと検討していきたいと思います。デスクビューモードで手元の資料や物をサクッと映せます。カメラを下に向けるだけなら上下逆さまな映像になっちゃうはずですが、デスクビューだと180度回転と台形補正がかかって超見やすいです。ただこのモードを使うにはちょっとしたコツがいるんで、後半でまとめてご紹介します。デスクビューが手元と顔面を行ったり来たりするのに最適なのに対して、俯瞰撮影に完全フォーカスの時はカメラが真下を向くオーバーヘッドモードがおすすめです。デスクビューよりも歪みのない完璧な俯瞰撮影ができます。ただカメラ固定用の三脚やスタンドが別に必要にはなります。マーカーシールでホワイトボードを拡大表示できます。このモードのオンオフジェスチャーはピースサインです。
で、すごいのはですね、これらのモードとかアングルとかズーム具合とかを6つまであらかじめプリセットとして仕込んでおいて、ワンクリックで瞬時に切り替えられちゃうことです。物を見せながらプレゼンしつつ、ホワイトボードでブレストしつつ、時折別の画角や被写体も織り交ぜたいみたいなスーパーなワンオペ配信ができちゃいます。他にも素敵ポイントいろいろです。10秒使わないと自動的に下を向くプライバシーモードに入ってくれます。 HDR っていう白飛びを防いでいい感じに最適化してくれる機能が結構優秀です。 HDR オン、HDR オフ、眩しい部分がなくなるだけでかなり見やすい映像になります。ただ HDR は現像 1080p までしか対応してないみたいです。 4K では使えません。あと暗い環境で HDR すると画面全体がもっと暗くなっちゃうので使いどころには要注意です。ジンバルの細かい調整はソフトウェアのジンバルコントロールメニューで行います。ちなみにジンバルが謎の方向を向いちゃった時なんかは本体をダブルタップすると瞬時にデフォルト位置に戻ってくれます。配信者モードを使うと縦画面でのスマホ向け映像なんかも撮れます。本体を横向きに設置するとジンバルをフル活用した縦画面撮影ができます。通常向きのままでも縦撮影できますが、この場合はジンバルのお辞儀方向の動きは封じられちゃうのでご注意ください。それでは今から他のカメラとガチンコ比較していきます。比較対象は M1MacBook Air の内蔵カメラ、 MacBook Pro 14インチの内蔵カメラ、ロジクール HD Pro、 ロジクールストリームカム、アンカーワークビデオバーの5つです。全て僕が自己満足の極致を目指してコツコツ自腹で本気で買い漁ってきたカメラ様たちで、性能や販売価格も様々です。それぞれ一長一短あるんですが、細かく話し出すとキリがないんで、比較するのは画質とマイク音質のみ、全て初期設定のままクイックタイムプレイヤーで録画、編集は無駄な部分のカットのみで、その他は一切加工なしの取って出し映像としてカメラ本来の実力を見ていきます。ただこれだけではウェブカメラの比較検証として不十分です。ということで Zoom を使ってウェブ会議の相手のパソコンで録画した映像イコール相手が実際に見る映像も確認してみます。会議アプリの圧縮処理とかネット回線の調子とか PC スペックとかの外部要因の影響をもろに受けた上で、最終的にどんな写りになるのか個人的にもすごく気になっていた部分です。結果だけ知りたいという無慈悲な方は概要欄の目次から一気に飛ばしてもらっても大丈夫です。それではやっていきます。 M1MacBook Air の内蔵カメラとマイクで撮影しています。暗くします。明るくします。フォーカス性能を見ます。タイプ音はいかがでしょうか。最後にズームでどうなるか見てみましょう。こちらです。ズームの相手側で録画した映像です。先ほどのカメラ性能がどのぐらい発揮されてますでしょうか。M1Max MacBook Pro 14インチの内蔵カメラマイクで撮影しています。暗くします。明るくします。フォーカス性能を見ます。タイプ音はいかがでしょうか。最後にズームでどうなるか見てみましょう。こちらです。ズームの相手側で録画した映像です。先ほどのカメラ性能がどのぐらい発揮されてますでしょうか。ロジクール HD Pro のカメラとマイクで撮影しています。暗くします。明るくします。フォーカス性能を見ます。タイプ音はいかがでしょうか。最後にズームでどうなるか見てみましょう。こちらです。ズームの相手側で録画した映像です。先ほどのカメラ性能がどのぐらい発揮されてますでしょうか。ロジクールストリームカムのカメラとマイクで撮影しています。暗くしてみます。明るくします。
フォーカス性能を見ます。タイプ音はいかがでしょうか。最後にズームでどうなるか見てみましょう。こちらです。ズームの相手側で録画した映像です。先ほどのカメラ性能がどのぐらい発揮されてますでしょうか。アンカービデオバーのカメラとマイクで撮影しています。暗くしてみます。明るくします。フォーカス具合を見てみます。タイプ音はいかがでしょうか。最後にズームでどうなるか見てみましょう。こちらです。ズームの相手側で録画した映像です。先ほどのカメラ性能がどのぐらい発揮されてますでしょうか。4K 設定のインスタ360リンクのカメラとマイクで撮影しています。暗くしてみます。明るくします。フォーカス性能を見ます。タイプ音はいかがでしょうか。カメラの解像度を 4K から 1080p に落としてみました。今度はいかがでしょうか。暗くしてみます。明るくします。フォーカス具合を見てみます。最後にズームでどうなるか見てみましょう。こちらです。ズームの相手側の映像です。先ほどのカメラ性能がどのぐらい発揮されてますでしょうか。いかがでしたでしょうか。ちゃんと見比べるとこんなに違いがあるんだって感じですよね。クイックタイムプレイヤーでの録画映像ですが、くっきり解像感と色味の自然さとフォーカススピードと暗所性能、これらはインスタ360リンクが明らかにぶっちぎりに良かったと思います。さすがです。 MacBook Pro のカメラもパッと見すごく見やすい映像を出してくれます。よく見るとノイズ多めですし、全体的にぼやっとした印象ではあるんですが、日常的なコミュニケーション用としては十分なクオリティと思います。ストリームカムも明るささえ確保できれば、映像そのものはコントラスト強めでクールでいい感じでした。我々のボロ雑巾のようにくたびれた顔面を多少なりとも盛るという観点では一番優秀かもです。ただ白飛びしやすいのとピントが合いにくい時があるのと、謎の駒打ちや角付きが他のカメラと比べて若干起こりやすい印象がありました。マイク音質については僕は MacBook Pro が反響音がないのにこもってる感じもなくて一番好みの音でした。それではズーム録画の方はどうでしょうか。正直なところ部屋が明るければどのカメラでも画質自体の差はそんなに出ないと感じました。ただ暗所性能と色味についてはカメラ本来の性能がしっかり発揮されます。あとズームは普通に使うと今回のような 640×360p っていう低めの解像度になってしまってカメラ本来の解像感とかもほとんど失われちゃうんですが、本当はもっと高画質な配信を行う設定や方法もあることはありますし、今後より高画質なウェブ会議が一般的になる可能性も十分あるとは思っています。ということで理想の主催作り調べによりますと、2022年9月の現時点ではこのインスタ360
360リンクがウェブカメラとしては最強かと思います。とはいえご安心ください。今からデメリットもしっかり暴露していきます。4つあります。一番気になるのは発熱です。待機中のプライバシーモードでも若干熱を持ちます。ちなみに MacBook がスリープ中でもジンバルは通電状態のままプライバシーモードを保持する仕様です。この発熱とパソコンがスリープ中も含めてジンバルが24時間稼働し続けることが製品寿命に影響しないかメーカー担当者に聞いてみたんですが、結論全然問題ないよとのことでした。具体的には高温保護機能が搭載されてて、オーバーヒートの時は自動停止するから大丈夫やで、発熱がハードウェアに影響することはないで、プライバシーモードでのジンバル稼働は極小負荷やから影響ないでとのことです。もともとアクションカメラで有名なメーカーさんですからきっと大丈夫なんだろうと信じております。2つ目、普通にモニターの上に置くとデスクビューがうまくいきません。これにがっかりされる同士の方も多い気がします。3つ目、デスクの民目線で許せないのがスクリーンバーと共存しにくいことです。上にちょい乗せ運用でも一応ウェブ会議だけならこなせますが、デスクビューなどはもちろん無理ですし、何より全然安定してないんで落として壊しちゃいそうです。最後のデメリットは音声の遅延が他のウェブカメラよりちょっと大きいことです。僕自身この遅延が何か具体的なデメリットになることは現状思いつかないんですが、この動画の編集過程で気づいてしまったので一応上げさせていただいております。ということで壮絶な試行錯誤の末に発熱がすごい、デスクビューできない、スクリーンバーが使えない問題を完全に消し去りつつ、さらに便利に使い倒す伝説の設置方法にたどり着いてしまいました。これで解決です。実はモニターのベサマウントに Amazon で買えるアイテムたちをねじ止めしてるだけなんです。カメラだけが単体で浮遊してるんで発熱放熱し放題です。デスクビューモードのコツですが、最初から若干下に傾けて固定すればバッチリデスクの上を映せるようになります。モニターアームだとさらに細かく画角調整できちゃいます。ちなみにこの角度からでも通常モードは全く問題なく使えます。スクリーンバーとも競合しません。最高です。オーバーヘッドモード用の支柱もマウントしておいて、カメラ用のクイックリリースと組み合わせると切り替えも一瞬です。ついでに照明も一緒にマウントしておくと、照明がモニターで隠れちゃうよ事件も解決できます。さらに後から気づいたんですが、モニター横にウェブカメラを設置した方が圧倒的にカメラ目線に近づけられます。モニターをちょっと横にずらせばほぼ完全に顔面の真正面にカメラを持ってくることもできちゃいます。とはいえいくらインスタ360リンクが小さくてもカメラを使わない時に真正面に鎮座されるとなんか目障りですよね。大丈夫です。一瞬で取り外すこともできます。このマグネットアダプターについては完全自己責任でお願いしたいんですが、少なくとも僕は問題なく使用できています。なんなら支柱ごとモニター裏に隠し込むこともありです。そして究極奥義がですね、なんとやめろせめてデスクだけはヒデブすみません、ちょっとインスタ360からすみません、ちょっとウェブカメラから話がそれすぎてるんで、詳細は別の動画で改めてお話しさせてください。気になる方はチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。あとはもう一つシンプルな方法として卓上三脚運用もおすすめです。雑に置いてもジンバルがバシッと水平を取ってくれてガーサスですし、小さいのでモニターの前に置いてもほとんど邪魔になりません。ということで、ウェブ会議やライブ配信の品質を手軽に高めたい方、動き回って何かを教える系、プレゼン系の撮影を行う方、手元の物を見せ合う会議の多い方、サクッと俯瞰撮影したい方、照明条件の改善ができないまたは照明に投資したくない方、価格無視でとにかく最上スペックを追求する反社会的デスク野郎な同士の方には現時点で最上の選択肢になると確信しております。いわゆる普通のウェブカメラのくくりで見ると性能も価格も過剰ですが、大リモート時代における自己表現&コンテンツ発信&コラボレーション用の秘密道具兼撮影アシスタントとみなせば投資の価値は十分あるはずです。ご質問やご意見など遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。ところで、優等生の罠っていう言葉をご存知でしょうか。どんな学校でも真面目に勉強して試験に優秀な成績を収めれば上のクラスに進級できます。与えられたものを淡々とこなし上げていくだけで自動的に人生がうまいことを進むんです。ところがどすこい、現実社会は学校じゃねえんです。これが優等生の
罠です。今いるクラスにも進級しようとするクラスにも定員はありません。と同時に今いるクラスの定員に比べて我々が目指す先のクラスの定員は極端に少ないとも言えます。しかも先生は積極的に試験を出そうとしませんし、我々が死ぬ気で提出した答案を採点する義務すらありません。学生が進級の発表を待っているがごとく、昇級や昇進の声がかかるのをただ待っているのみであれば、それこそ魑魅魍魎どもの養分として骨の髄までしゃぶり尽くされて人生終わりです。そんな風に近所のおばさんが言ってました。あるいはインスタ360リンクを使い倒して自分の主張、成果物、コンテンツを世界に向けて発信して下克上を狙うかです。ちなみに Google 大先生だけは特別なんで、僕は今後も粛々と動画を提出し続けて進級を狙います。今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。理想の死体作りでした。